側です。まずはドライブレコーダー付きのインナーミラーになってます。これがないともはや、運転する気にはなります。タイヤの空気圧ですね、明るめになってます。スマホのホルダーと、交換してやってドリンクホルダーに変わってます。で、ともちゃん用の iPhone 入れて、ETC はここにあります。で、足元やっぱりすごい狭い。ここに踏ん張りがないので結構大変ですね。で、足もどうしてもこう開いちゃうんで足が疲れます。カーテンね、後ろ DIY してるんですけど、こっち側は黒でこっちが中がベージュになってて、結構遮光性も高いですね。で、枕首当てにしてます。で、最近これはカバー、ネットカバーを変えました。めちゃくちゃ硬いです。硬いし、すごい動くし、なので中にちょっと位置がめっちゃ回転してる、こんな感じで座布団、あっちも一緒ですね。座布団を引いてます。やっぱめちゃくちゃ狭いですね。一緒ですね。はい、運転席側に座るとこんな感じです。身長が165センチ。頭上はまだ余裕はありますね。ただ足元がやっぱりすごい窮屈です。で、結構ね、シートも硬いし、ただ、目線が結構上になるんで、運転はしやすいです。はい、こっちは助手側で、助手席もかなり足元が窮屈。一応、リクライニングはちゃんとするので、いいんですけど、いかんせんやっぱ硬いし、すごいギシギシ動くんで、乗り心地はなんか悪いですね。かなりお尻が痛くなったりします。やっぱ軽トラですね。長距離はなかなかしんどいです。それでは中を開けてみましょう。はい、営業中の看板。一応外気温が取れるようにずっと貼ってあるのと、 DIY で作りましたスリッパホルダーです。入ります。はい、それではですね、中に入ってきました。こんな感じですね。ここがカーテンを開けると、よいしょ。ちゃんと外になってます。とりあえずパッと上げていきたいと思います。アップが上がるとですね、身長多分168か9ぐらいまではあるんじゃないですかね。僕の身長で結構ギリギリ立てるぐらいになります。それでは中をいろいろと見ていきたいと思います。営業中、居酒屋ごっこの時にで、この辺は DIY で作りました。で、ギャレ、すごいちっちゃいです。開けたところに、ここに外の気温が取れる温度計が吊るしてあります。で、さっきの外気温がこれで、内側はこれで測ることができます。で、CO2 ですね。一応検知ができるようにしています。ポップアップ上げると、プロジェクターがあったりとか、ちょっとした小物が置いてあったり、本当はね、上で寝れる、本当は上でちょっと寝たりとかはできるんですけど、
もう購入した時点でですね、板はなくて、このちっちゃい板とかしかなかったんで、いろんな人のレビューとか見ても、やっぱあんまり上で寝ることないっていう話だったんで、この状態にしています。一応、あんま使ってないけど、消臭と、ここ電源ですね。ここに穴開けました。穴開けて下から電気が出るようにしています。ここら辺のカーテンも全部 DIY で作っています。よっ。こっちも一緒ですね。DIY でカーテン作ってます。で、これ棚ですね。これも100均のやつ DIY です。で、椅子の机の向きですね。ギャレーの下、これも DIY で机作ってます。で、これは100均で買いました。チャイルドロックですね。つけてて、よいしょ。開けると、いや、便利ですね。こういう風に、ちゃんと、で、せり出してくれるっていう。で、エコ歯ブラシとかスプーンとか、包丁ですね。こんなのが入っています。よいしょ。で、飛び出さないようにフックかけています。で、ここにも、机のつけるをつけています。で、こっちがボンネットですね。ここも一緒ですね。机のやつがついてます。で、この下、もう魔境ですね、今。もう収納になってるんですけど、今はとりあえずひたすら物が散乱しています。今のところ映像系撮るやつだったり DIY するやついろいろ細々と入っています。ここもちょっと整理しないといけないんですけど、この机すごい使い勝手がいいです。よいしょ。で、この下がタンクになってます。4リットルじゃないな。6かな ?6 リットルと、で、排水が2リットル。購入した時点で排水が2リットルだったんですけど、そのまま2リットルのままにしています。これも結構匂いがきつかったんで、新しく買い替えました。で、このテーブルも DIY で作っています。一応足つけたんですけど、結構取り付けに時間がかかるので、これも同じ DIY の、こっちの机と同じ構造ですね。で、つけて、これで、足なしで取り付けれるようにしました。よいしょ。で、下、この車の電気の生命線ですね。これが 1500W の、ポータブル電源です。でも正直1500でも足りない時もあるし、でかくて結構出しづらいんですよね。ここに固定になっちゃってるけど、夏とかやっぱ怖いんで、やっぱ出すようにはしています。ここに DIY で作ったファンが置いてあります。ここら辺は本当にごちゃごちゃしちゃってますね。で、反対側に、これクッションですけど、中に、寝袋とかそういう寝具が入っています。そのパッと寝やすいように寝具は一旦ここに収納しています。で、背もたれですね。背もたれがベッド展開で、ここに下にはまって、寝れるようになっています。で、本来はここに大きい窓があるんですけど、ここはもうほぼはめ殺しになっちゃってますね。で、上の方、これライトつってます。この子優秀で虫捉えてくれるんですごい重宝しています。
両サイドについてます。で、こっちがアンバーで、そっちが中高色になっています。で、窓は3箇所開きます。3箇所開くんですが、購入した時点でこのソーラーのパネルがついてて、で、網戸がない。ここが結構悩みなんで、これは1年結局網戸なしのままやりましたけど、今年こそは網戸復活させたいですね。で、このソーラーの処理もちょっと本当どうにかしないとなと思っています。で、もう1箇所ソーラーがこっちからも出てるんですけど、あんま全然ワット数出ないんで結構いらないんですよね。で、もう1箇所、ここはかろうじて、ちゃんとメッシュがあります。で、こっちも一応かろうじてメッシュはあるんですけど、やっぱり穴が開いています。はい。で、天井ちゃんと、貼りました。天井も最初ベニヤだったんですけど、ちゃんとリメイクシートを貼りました。だからやっぱりちょっと処理が甘いところいっぱいありますね。で、こことかはプレートが貼ってあるんで、マグネットが一応つくようにはなっています。よいしょ、硬い。これマグネットですね。で、とってももう初っ端からほぼ使えなかったんで、改めて取っ手を付け直しました。これはエブリィの方ですね。エブリィの方で余ってた取っ手を付けたって感じですね。で、この電気も DIY で付けています。ただここでDIY 失敗しました。ちょっとかませちゃってこっちが電気が来なくなっちゃってます。また改めてちょっとここはやり直さないといけないなと思っています。で、これは扉の開閉で電気がつくようになっています。結構ね、暗いと何も見えないんで重宝しています。それで、シートですね。シート下。まあ、こっちはちょっとアウトドア系の細々したのと、あと旅に出るときに割とここに、荷物を入れるようにしています。よいしょ。よいしょ。で、反対側、奥の方ですね。こっちはキッチン系のものがあったりとか、あと暖房系ですね。そういうのがあったりします。で、もう一個収納、この上ですね。よいしょ。ここもだいぶ DIY っていうか整理整頓しました。で、まあ、ガスボンベがあったりとか、カセットボンベがあったりとか、消火器があったり、皿とか湯沸かしですね。と、あと大量のお箸とか、まあ、飲み物とか、あと、フライパンとかそういう系ですね。で、細々したのが入っています。だいぶ綺麗に整理されました。自分としてはかなりお気に入りの空間ですね。だいたい100均のもので揃っています。やっぱここだと水が結構使いづらかったりとか、あとわざわざ下のタンクに水を入れないといけないんで、そこまでめちゃくちゃ使わない時と、あと電源ですね。電源がどうしても低電圧の場合だとあまり反応しないことが多くて、で、朝起きると電源が切れてるってなって結構めんどくさいんで、まあこっち軽い旅とかだったらこっちに水を入れて
1.8 ぐらいかな入るので、それだけでまあ十分かなと思っています。それで、オーバーヘッドコンソールですね。まあ、いわゆるバッグの上ですね。ここには、これふかふかのベッドの、マットレスが入っています。あと、枕だったり、この奥には、まあ、電気式毛布とか、そういうのが入っています。よいしょ。最近ね、この空間結構いろんなものが入ったりとか、マットレスが入るのがいいんですよね。で、この板も最初から、積まれていました。まあ、なので、車中泊するときに上を上げて、こういうところに荷物を置けるようにしています。はい、それではですね、ベッドに展開していきたいと思います。これはこの下の、この辺のやつを出していって、よいしょ。足元を引き出します。で、これを剥がして、これでベッド完了です。まあ、全然余裕で寝れるぐらいの広さですね。とは言っても、一人だったらですね、結構広さ的にはシングルベッドぐらいの広さ。一人で寝るには全然いいんですけど、やっぱ二人だとちょっと狭いですね。フリーワゴンとかだと、やっぱこれがないんで、もっと広く取れる、セミダブルぐらいは取れるんですけど、やっぱギャレがあるおかげで寝る場所が狭くなっています。それで、机ですね。テーブルをしたいと思います。本当に超簡単になりました。これを持ち上げて、あとは立てるだけ。これで机が展開できるようになりました。足元も何もなくしたので、もうスムーズに移動ができますね。まあ、あとは、これがつくので、ついてみましょう。こっち側につけたりとかできるようにはしています。まあ、こうすることによってですね、結構机の、L 字になったんで、使い勝手は良くなったりとか、できるようになっています。で、しまうときももう超簡単で、これを下げて、あとは、すぐにできるようになりました。でね、やっぱり1枚の板で DIY しているんで、結構統一感も出て、ちっちゃいテーブルにもなる。で、なんなら隠すこともできるようになったし、ここもともと何もなかったんですよ。もう丸見えだったんで、それが見えなくなったし、ね、ここはもう、ごっそり切りました。切ったんですけど、もうこの机があることによって、下もちゃんと見えなくなって、統一感がすごい綺麗になりましたね。はい、いかがだったでしょうか。いやー、1年でだいぶ使い勝手が良くはなりました。でも、まだまだ電源が少ないとか、塞がなきゃいけないとことか、いろいろあったりして、まだまだやらないといけないことがいっぱいあります。まあ、これからもいろいろ旅をしたりとか、やっぱり、DIY もしていきますんで、まあ、よろしければ、いいね、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ちは。